雑談です。イカゲームです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、個展がもうあさってからですか。なのでまた絵を描いておりましたが、いいのが描けましたんでね、これはお楽しみにしてください。あとね、本当はね、あと4枚描きたいんですよ。もうでも時間がなくて間に合うかどうか。あさってからじゃない、明日からだったね。そうか、1日ないからもうあと4枚はちょっと厳しいかもしれないですけど、いろいろグッズも届きまして、キーホルダーとかアクリルキーホルダーと、あとあれね、アクリルスタンドもちょっと修正したバージョンが届きましたので、それも販売しますんで、ぜひデザインフェスタギャラリー原宿にありますデザインフェスタギャラリー 2B でありますんで、ぜひ来ていただければなと思っておりますね。そんな感じでしたと。で、見ましたですわ。イカゲーム。いろいろ言われておりますが、イカゲームね、カイジに似てるとか、カイジとそっくりだとか、カイジのなんていうんですかね、劣化版というのは聞いたことがないですけど、カイジに似てるということが方々でささやかれておりますが、ネットフリックスでイカゲームという韓国で作られたなんて言ったらいいの、こういうのはドラマというかあれなんですけども、韓国ではポピュラーだと思うんですけどもね、それは日本でおってもそれは地域によってそういう子供の遊びの呼び名っていうのはね、いろいろ違うんで、なんていうんですかね、全国的にね、イカゲームと呼んでるのかは分かりませんが、イカゲームという子供の遊びがありまして、地面に三角、四角、丸みたいなイカの形に似た模様というか図を描いて、そこをね陣地にして、攻撃側防御側に分かれてやる子供の遊びがあると。で、それを題したゲームなんです。ゲームというかドラマというかあれなんですけども、何がカイジみたいかって言ったら、みんなお金に苦しんでいるとか借金を抱えているとか、そういった人が集められてゲームに勝てば賞金がもらえる、ね、何ウォンでしたっけ、40何億ウォンとかそんなんでしたよね、確か。なので4億円ぐらい勝てば4億5000万ぐらいですかもらえるっていうゲームに参加させられる456人が集められるわけですよ。で、最初のゲームがだるまさんが転んだで、この機械ロボットのね、だるまさんが転んだぐるっつって無機質なロボットのAI でこう動きを AI なんかそういうセンサーで判断して、動いた人がもう即死ですよ、撃たれちゃうバーンっつってね、バーンって死ぬんですよ、目の前で数々死んでいくっていう、それを生き残るゲームがいろいろ合計6つかな用意されていて、それで勝ち残って生き残っていくとお金が賞金がもらえるというドラマなんですが、カイジのねあれに帝愛グループの鉄骨渡りであるとか、ああいうのに近いといえば近いんですが、カイジカイジと比較されてしまうのはしょうがないと思うんですけども、いろんなこういう作品というか映画でもドラマでもそれから音楽でもルーツというかね、ルーツになるものがあって、そこから発展させた一言で言えばカイジに似てるってなっちゃうんですけど、それだけじゃない部分も多分にありましてね、いやこれは非常に面白い。ただあと一つ非常にお金をかけられて作られているなっていうのが分かるんで、これ本当にすごいですよ。
セットの具合とかね、あと中で出てくる敵というか、このね集めている方の組織の覆面がね、丸四角三角で、一見本当プレステのコントローラーみたいだってね、言われてますけど、覆面の軍団であるとか、ダース・ベイダー的なボスというか、わおうるせえ、ありまして、それ本当に非常に止まっちゃった、ありまして、これ非常に面白いんですよ。なのでネタバレ、このご時世というか、もうこういう時代ですから、ネタバレ云々ってね、いう話はもうどうしようもないですよ、本当にね。どっからでも情報が入ってきてしまうんで、本当に最後の最後どうなるかとかね、っていうのは言いませんけども、途中ね、ちょっとネタバレみたいなことは話しますが、これ本当に面白くて、中で出てくるおばさんなのかな、こう色仕掛けしてくるおばさんであるとかね、あと僕が気になったのは、どこからそんな40何億ウォンも、お金が出てるんだって思った時に、これもしかしてみんな負けたら撃たれて死ぬわけですよ。で、これ最初の方には出てこないんですけど、もしかしたらこれ臓器売買のお金を賞金に当ててんのかなと思ったら、これがね違うんです。途中で出てくるんですよ。その臓器売買してる、なんていうんですかね、反乱軍というか、そういう反乱分子がいて、実はその負けたね、亡くなったゲームに負けた人を焼却処分する前に臓器を引っこ抜いて、それを売買してるやつもいると。なんかそういった結構ね、複雑ではないんですけど、入り組んだというか、それ複雑って言うんですよ、そういうことをね。入り組んだことを複雑と言わずに何と言うっていうね。そういった多重構造と言いますか、ね、善悪一辺倒だけではなく、善の中にも悪はあるし、悪の中にも善を持った人もいるみたいな構造がありまして、これは本当に非常に面白かったですね。散々面白いって言われてて、そんなね、そんな言うほどでもねえだろうと思いながら、みんななんか一気見しちゃいましたよって言ってましたが、僕は一気見しませんでした。だって最初の何話かはもうずっと寝落ちしてね、寝る時に見てたから、寝落ちしてやっと見たんですけども、いや面白かったですね、本当に。グロいシーンというか、そういったシーンが多分に多く含まれておるので、そういうのが苦手な人はちょっとご遠慮いただいた方がいいかもしれませんけども、いや本当に面白かったね。だから考えるじゃないですか、もし自分がそういう立場になった時に、お金のためにね、仲間を裏切っていけるのかどうかとかね、俺どうするんだろうなとか思いながら、それからゲームに参加人数の半数以上がもうやめたいと言えばやめれるというね、救済処置があるんですが、やっぱり現生をあそこまで積まれちゃうと、人っていうのはどうしてもねっていうのが描かれていたり、これはちょっと本当にいろいろ考えさせられるドラマでございました。で、ぜひイカゲームネットフリックスでご覧になっていただけたんで、噂で聞いた情報によりますと、ネットフリックスのこういったドラマでリミテッドって表記があるやつはシーズン1止まりというか、それっきりのお話で、そのリミテッドっていう表記がないものに関してはシーズン2がありえますよみたいな感じだそうです。なのでこのイカゲームはおそらくシーズン2あるでしょう。最後まで見ればねっていうのがもうすでにネタバレになっちゃいますけども、続きも多分あるでしょうけど、これ面白かった。ただ
ね、本当にいい人間関係、裏の人間関係とかがだんだん最初はねゲームのその突飛さに食いつくんですけども、見ていくうちにこの人間関係、裏の人間関係というか、いろんなところでねこう話がストーリーが進んでいくんですけども、それが最終的にこう集結してくるところなんかが非常に面白かったので、イカゲームぜひねネットフリックスでご覧になっていただきたいっていうのと、まあタイトルね、デザイン、日本語のタイトルデザインは非常にダサいですが、韓国語のね表記のイカゲームのタイトルモーションロゴというんですか、あれはめちゃくちゃかっこいいんでね、まあ頑張ってカタカナでそうしていますが、まあオリジナルの韓国語版はめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひご覧になっていただければなと思いました。コントイカゲーム、イカゲーム言いながら全くこの背景のスプラトゥーンに一言も触れてないところがいいでしょね。本当は言おうと思ってたんだ、イカゲームだからスプラトゥーンをやってるんですよとかね言おうと思ったんですけども、いや単純に本当にイカゲームの本編が面白くてね、まあスプラトゥーンも面白いですし、僕はイカ好きじゃないですかね、知らないよっていうね、僕は好きな食べ物2文字のものが好きなんですよ本当にね。芋、豆、イカ、タコね、肉、米ね、そういった2文字のサバ、好きなんで、イカも大好きなんですよっていうのを見ながら思っておりましたが、ぜひこれはネットフリックスで見れますんでご覧になってくださいといったところで、あとねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。